こんにちは、インクレディブルーのグミです。今日はまたスライド作ってみました。今回はブラックなスライドです。ちょっとハロウィンっぽい仕上がりにして、このようなレントゲン写真のようなスライドにしてみました。ちょっと怖いものもあります。こんな感じで。こんな虫を使ったりしてみました。裏からも見えます。こんな風に黒いカードを入れたり出したりというような、ちょっとそういう仕組みにしたりするとまた面白いカードになったりしますので、こちらのインクのテクニックを今日はご紹介していきます。それではやっていきましょう。今日ご紹介するテクニックはレジストというテクニックです。レジストというのは白抜きと言われているんですけれど、インクとインクを組み合わせて化学反応させて白抜きをしていきます。このようにですね。このように白抜きしていきます。今日は透明なままにしてますが、この下にこのようなホログラムシートを入れたりすると、こんな風にキラキラさせることもできますし、このようなオーロラシートっていうんですかね、こういうのを入れたりしてもまた面白いことができると思いますので、是非アレンジしていろいろ活用していただきたいテクニックです。まずご用意していただきたいものはこちらのような透明なシートです。先日ご紹介した OHB フィルム手書き用 A 版のですね、こちらなんですが、別にこの手書き用の OH フィルムでなくても透明でしっかりしたものであれば何でも構いません。プラ板などでも構いません。今回は熱を使いませんのでプラ板でも構いません。そしてスタンプですね。スタンプはお好みのものをご用意ください。で、インクなんですが、今日ご用意いただきたいインクはステイゾンオペークのアイボリーブラックです。で、こちらお持ちでなければ先日ご紹介したこちらのステイゾンピグメントのピアノブラックでも構いません。両方とも十分にインクを補充しておいてください。こちらのステイゾンのインクですと染料系なので、このようにマットには仕上がらないんですね。顔料系のインクなのでマットに仕上がって、このようにとても黒く仕上がります、バッグが。なのでオペークかピグメントをご用意くださいね。黒がなければ濃いめの色をご用意ください。そしてインクに化学反応させるのがバーサファインクレア、あるいはバーサファイン、こちらの方がお持ちの方多いかと思いますが、バーサファインまたはシャチハタのインクなど油性のインクをご用意ください。油性のインクですとアーカイバルインクもありますが、アーカイバルインクは乾きが早いのでちょっとこちらのテクニックには使えないというか、乾きが早くなってしまうので今回は使いません。あとバーサマークまたはアルコールリフトインク、こちらでもできます。油性のインクをご用意ください。透明シートが見えにくいのでこのようにマスキングテープを貼りました。ここを持っていただくと手も汚れないかと思います。それではステイゾンオペークをご用意くださいね。インクを十分に足しておいてください。はい、シートが真っ黒になるまで塗っていきましょう。
こう透かしてみると薄いところなどがわかりますので、薄いところはもう少し入念に塗っておきましょう。このように真っ黒に塗れました。先日のステイゾンピグメントのカスカスのインクの時にご紹介しましたが、こちらの方がスポンジタイプなので、このように色塗りにはスポンジタイプの方が塗りやすいです。フェルトタイプでもできるのですが、ちょっとフェルトの模様が残るのと、あとこのインクがやはりなかなか乾いてしまうというのがあるので、こちらのステイゾンオペークで行ってください。インクがまだ乾いてないうちにすぐにスタンプをしてください。今日はこちらの骸骨のスタンプをしていきます。バーサファインクレアですとかバーサファイン、あるいはシャチハタなど油性のインクを使ってください。アーカイバルインクも油性のインクですが、乾きが早いのでこちらでは行わない方がいいです。バーサファインクレアですとかシャチハタは紙用のインクなので、プラスチックに押しても乾きません。なのでこちらのインクをご利用ください。そして私が勧めるのは色付きのインクです。色がついている方がこれからやる作業で分かりやすいので、色付きでやっていきます。そしてここについたインクを押してみると、このようにインク、黄色の周りに黒い縁がついて、こちらの黒いインクがリフトされるっていうんですか、くっついてきます。このようなスタンプの押し方はなかなかできないので、このリフトインクを使ってこのような輪郭だけ黒いっていうこともできますので、色付きのインクを使うと面白いです。例えばバーサマークを使うと色がないので、押した時にこのようになります。そしてアルコールリフトインクですね。こちらを使うとここに押します。黒がリフトされます。こちらの黒をこう持ってくることができます。なのでこのように使っていただくと面白いと思います。バーサマークは、できれば黒ではなくて白のインクを白抜きしたい時ですね。これ白いインクを塗っていただいて、白抜きする時はバーサマークやアルコールリフトインクが便利かと思います。こちらの黒いバックグラウンドが黒い時は色がついているものの方がリフトした時に面白いかと思いますね。そしてこれはこのままバックグラウンドの先ほどのステイゾンオペークが乾くまで置いておきます。ちょっとこう粘着があるかと思います。この粘着がなくなるまで半日ぐらい乾かしてください。その間にこちらは乾かないでこのままです。紙だけに押せるインクなのでプラスチックの上では乾きません。なのでこのまま乾かしておきましょう。はい、よく乾きました。こう触ってもさらっとしていて、裏か表かどちらかわからないぐらいサラサラに乾かしてください。そして、ご用意いただきたいのがこのような紙ですね。何でもいいです。コピー用紙でも何でもいいです。
そしてあとこのようなマイクロファイバーですね。できれば繊維が少ないものがいいかと思います。それではやっていきます。こちらをこの紙の上にインクを移していきます。このように。こう擦らずになるべく押し付ける感じ、スタンプをする感じでこう押してください。こう滑らしてしまうとインクが流れてしまうので、スタンプを押す感じでくっつけます。こんな感じですね。ここにインクが写し取られました。これを何回か紙にインクがつかなくなるまでやってください。バックグラウンドのステージオペックが乾いてないとここの紙にくっついてしまいますので、しっかりと乾かしてからやってくださいね。まだ紙にインクがつくので、このようにインクを紙に移し取ってください。もう少しですね。はい、こんな感じになりました。これをマイクロファイバーでさらにインクを拭き取っていくのですが、できるだけ取ったら綺麗なところ、取ったら綺麗なところで拭き取っていってください。インクが残っているところで拭き取ってしまうとインクが流れてしまいますので、取ったら綺麗にって感じで繰り返していきます。こうですね。こんな感じで、ここにインクがついてしまっているので違うところに変えて、こうですね。なるべく上にくるっと持ち上げる感じでインクを流さないように注意しましょう。で、まだちょっとインクが取れてないなと思ったら、またこのように下に移し取ってください。できるだけインクを入念に移し取った方が拭き取りやすいです。揺れる。あまり強く拭き取らないように軽くでいいです。で、綺麗なところに変えていってください。はい、このようになりました。一番やはりこう比べた時にバーサファインが一番綺麗に落ちます。で、バーサマークは若干ちょっと黒が残る感じですね。あとアルコールリフトインクもそれほど綺麗には落ちないですね。そうですね。バーサファインが一番綺麗に落ちます。このように綺麗に細かい線も綺麗に落ちてくれます。このように綺麗にレジストされました。黒がはっきりと出てくれるので、私はよく使うテクニックです。こんな感じですね。裏側にガムシートですとか、ね、何か面白いものを入れると楽しいカードなどができると思います。こちらはちょっとおまけなんですが、コピックの0番を使って、
この中を抜いていきます。こうですね。バーサマークでもできます。バーサマーカーですね。バーサマーカーでもできます。筆にアルコールをつけてもできるかと思います。中をアルコールで拭き取っていきます。こんな感じでくり抜いてみました。そこに、スタンプを押していきます。低ゾーンピグメントを使って押していきます。これから輪郭が見えるよ。こんな風に中をくり抜いたりして遊ぶこともできます。こちらとまた違った面白さがあるかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのやり方、ご理解いただけましたでしょうか。このようにスライドに入れて楽しんだり、バックグラウンド、わざと黒いカードをこんな風に入れて出したりでも面白いですし、このようにバックグラウンドに何か入れておく、こういう風にくり抜くこともできますので面白いかと思います。ぜひ皆さん試してみてくださいね。こんな感じです。一応これは先ほどのようにくり抜いてから中に虫のスタンプをもう一度押してます。そして少し色をつけました。白ペンでちょっとハイライトを加えたりしてます。こうでした。こちらは白ですね。白の時は先ほども言ったように色付きのものですと白が汚れてしまいますので、バーサマークやアルコールリフトインクがおすすめです。裏から色を加えてあげるとこのように面白いですね。そしてこういうスライドに入れるときはインクの面の方がザラッとしてますので、こちらにも OHP シートを足してます。こちらはツルツルした方で、こちら OHP シートを足してます。インクがザラッとしてるので。ぜひ皆さんまた試していただけると嬉しいです。このように私のチャンネルではインクやスタンプを使って楽しいことをご紹介していきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。それでは失礼いたします。